次はこちらです。なんかまた変なの来たな。私なんて発音するかわからんのよこいつは。論文によるとこの綴りで減税って発音するみたいです。なので減税グロスって読みます。ちょっと読めないですね。読めないね。さて、ではここでまた4択クイズです。ではこれらは何の動物に近いでしょう。1、イソギンチャク。2、ウミユリ。3、クサカツギ。4、お花。これみんな同じ動物なんですもんね。まあ花はまだカンブリア紀には出てこないから、まあないとして、フサカツギって何ですか？クサカツギは海に住んでいる反索動物っていうグループに入っている動物なんですけど、まあ、答えを言っちゃうとこの化石はそのクサカツギに近い動物って言われてます。おー、反索動物って脊椎動物を含む脊索動物に一番近い動物のグループですよね。そうですね。で、この反索動物はさらに鳥細類と翼細類っていう2つのグループに分かれるんです。ちょっと存じ上げない名前なんですけどもなんか鳥細類はこの頭の飛び出してるとこ、吻部の形が、日本語だとギボシに似てるからギボシムシで、英語だとどんぐりに似てるからエイコンワームって言いますよね。ていうかもう全部なんですけどやめろ。その吻部で地面を掘って砂や泥の中の有機物を食べます。この吻部の根元のくびれてるところあたりに口があるんですよね。そうですね。もう一方のグループ、翼細類で有名なのがさっきのフサカツギですね。こっちは触手で水中のプランクトンなんかをこし取って食べます。2つのグループで形は全然違うんですけど、体の基本構造は似ていて遺伝子的にも近いです。でこのゲンゼイグロッサスはこの吻部と触手みたいなのが両方ついてるってことですよね、これね。そうなんですよ。で、まさに今いる2つのグループの両方の特徴を持ってるんです。鳥細類と翼細類の共通の祖先が食べ物を取るのにギボシムシみたいに吻部を使っていたのか、それともフサカツギみたいに触手を使っていたのかが今まで謎だったんですけど、このゲンゼイグロッサスが見つかったことで両方使っていた、つまりまさかのハイブリッド型だったことが分かったんです。待って、じゃあこの吻部も触手もどっちも使って食べ物を取ってたってことですか？かもしれないですね。これはなかなかすごい発見ですよね。あとこの化石からは口がどこにあるか分かりにくいんですけど、一応ギボシムシと同じような場所にあったんじゃないかって書いてありました。ちなみに復元の絵がこれなんですけど、でもじゃんちなみに全長2センチとかなんです。ちっちゃいです。なんか絵も悪意ある配色ではあるんですけど、実際今生きてるギボシムシはこんな感じだもんね。で、ちなみにこの反索動物ってバージェスで他にも見つかってるんですけど、実は最近面白い発見があって、今生きている反索動物の中には体の周りにチューブみたいな細長い筒を作ってその中で生活している種類がいるんですけど、なるほど。それでつい最近バージェスからその筒の中に鳥細類と多毛類が一緒に入っている化石が発見されたんです。どういうことこのルフィの傷みたいなのが多毛類ですかね。そうですね。で、たまたま一緒に見つかっていたっていうよりかは、標本の数的にも一緒に生活していたんじゃないかなって。で、これが世界で最古級の2つの動物の共生の証拠なのではっていうふうに言われてます。共生ってクマノミとイソギンチャクみたいな種の垣根を越えた動物同士の関係のことですよね。なんか利害関係によってさらにいろんな関係に分類されるんだもんね。なんか寄生は片方損するとか。でもなんかそのカンブリアからすでにその他の種との関係が築かれていたっていうのも結構すごいと思うんですよね。で、どういう関係だったかっていうのはまだ議論がされているところではあるんですけど、当時の多毛類は今のやつらと違って強力な顎とか何かしら武器になるようなものが備わっていたわけではないので、特に何もできなかったんですね。単純に鳥細類が作った身を守るための筒の中に多毛類が勝手に住んでたっていう、いわゆる変異共生が一番可能性が高いらしいです。なるほど。多毛類は敵から身を隠せるっていう利益があるけど、
鳥細類には特に利益も被害もないってことですかね。ニキビダニと人間の関係みたいな感じかな。いきなり現実思い出させんなよ。てか聞いて、昨日ニキビできた。いや知らん。まああとコバンザメとかもそうですよね。ああそうね。だからまあ5億年とか前からそんなことしてたんだね。すごいわ。あと鳥細類自体その筒の中にずっといたかはまだわからないみたいなんです。あ、そうなんですか。はい、その筒の中に最大4匹も鳥細類が入っていて、しかも筒の大きさが鳥細類の体に対してめっちゃでかいので、この鳥細類たちはもしかしたら子供だったんじゃないかっていう説になります。大人だったらもうちょっとぴったり入ってるってことですか？そうですね、実際オレゼアっていうカンブリア紀の鳥細類も筒の中に入った状態で見つかってるんですけど、オレゼアは筒は割とぴったりサイズなので、普通は1本の筒に1匹しか入ってないんですよ。なるほど。だから何匹もいるってことは、すなわちまだ小さい子供の可能性があるって感じですか。そうですね、まあそういう説もあるよっていう感じです。なるほど。以上が最近のバージェスから出た動物の紹介でした。いやもうハテナさんありがとうございました。ありがとうございましこちらた。こそありがとうございました。よいやもう知らない動物だらけでもうめちゃめちゃ面白かったです。かったです。ちょっと遊びすぎましたかね。いやもう愛だよ愛。